大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。先生こんにちは。はい、こんにちは。片桐さんもだんだんピースが板についてきましたね。そうですね。先生のこのピースが可愛いって言ってすごくコメントにすごくたくさん来てますもんね。ありがとうございます。本当に可愛い大森先生ですけど。いえ年がいもなく、写真というと常にこうなってしまうんですね。でカメラを向けられるとどうもこうピースがそうなんです。小さい頃からですか？なんだかこうなっちゃうんですよ。こうなっちゃう。そうなんです。カニが好きなわけじゃないんです。エビアレルギーです。でもなんかこうなってしまう。小学校の時からですか？物心ついた頃からですかね。そうですか。どうもカメラ向けられると、私なんか家で母がこうやってやってるピースがダメなのとかって怒られてたので、ピースダメ。なんかピースはダメなの、ピースだからあなたダメなのって感じだったんですけど、先生はもうこういう感じで、結構育った環境において、親にダメとかいう言葉使われたことあります。あります。はい。ありますか？はい。本当はですね、育児において、ダメっていう言葉は、あまり使わない方がいいんですね。なぜでしょうか？言葉というのは、本当に発した言葉っていうのは、また自分に返ってくるという、そういう言霊みたいなものがありますので、あるんですね。はい。それで子供に対してですね、ダメ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 と否定的な言葉ですよね。あれしちゃダメ、これしちゃダメ、あれしたらこうなるとか、まだやってもいないことを親がこう転ばの先の杖みたいに、ああしたらこうなるからダメだよとか言うと、もうその悪い想像を子供もしてしまうんですね。あそこ行ったら車多いから跳ねられたらいかんからダメだよとかですね。なんか跳ねられるをこう想像してしまう。それはあまり良いことではなくてですね、子供のこの育児において、本当に否定的な言葉を使って育てられたお子さんと、あまり使わず育てられたお子さんっていうのは多分こうごめんなさいね、片桐さんのこと批判とかしてるわけではなくてですね、言われたことあるんです。昔幼児教室に通ってました時に、ご自身が子育て中の時にお子さんをね、そしたら同じ先生に同じように言われました。押さえつけて育った方って言われました。ですかって言われたんですか？片桐さん自身が同じことを言われましたと思って、やっぱりダメダメダメって言われて育ってしまうと、ダメなんだとか、これしたら怒られるんだって常にこう人目を気にして、人前ではすごくこうお利口さんになってしまうんですね。でも人のいないところでは結構破産したりとかですねされたりとか、結局あとは隠れてするようになるんですね。そうなんです。ダメって親に言われるからこれはこうしたんだけど親には黙っとこうとか、結構こう秘密で、結局はするんですよ。子供っていうのはいたずらもしますし、それを子供のすることを本当は認めてあげる。でダメって言うんだったらなぜダメかということを説明してあげないと、子供っていうのはダメダメダメって言われるとこう矛盾がいっぱい出てくるんですね。さっきの自然にこうピースで写真撮っちゃったのに、ピースダメって言われると、なんでダメだろうみたいな、そうは思いません。なぜダメって説明はありましたかね？ないです。ないですよね。ですからやっぱり子供が納得する形で言ってあげれば、その時もできれば否定的な言葉、ダメとかいう否定的な言葉を使わず、ピースはこうでこうだから違う、こういうふうにきちんと手を揃えて取った方がいいのよとか、そういう説明をしてあげれば多分片桐さんも納得されたかなと思うんですけれども。そうですね。なんだ嬉しいとか悲しいとか、そういう言葉を並べなさいっていう、そういう授業だったんですけども、私だけ言えなかったんです。嬉しいとか悲しいとかそういう言葉を一人ずつ言っててくださいっていう、ポンポンポンって皆さん言うんですけど、私だけすぐ止まっちゃうんですね。なんかだから結局これ言ったら注意されるかなとか、そうです。これ
れは子供の頃のトラウマっていうものを少しね、お抱えで、結構厳しい環境で育たれた方は、大抵お持ちなんですけれども、さっと言葉が出なくなってしまう、でいろいろ考えてしまう、これを言ったら怒られないかなとか、これを言ったらこんな風に相手は言ってくるんじゃないかなとか、そういうことがもう子供の頃から習慣になってまして、だからそういう部分が、大人になっても残っているという、ことで、なんか話そうと思ってたことと全然違う内容になっちゃったんですけど、育児の相談とかも結構多くてですね。そうですね。ですから片桐さんもね、なんかベビーマッサージとかね、されてらっしゃるんですね。そちらの指導とかもね、本当に赤ちゃん、それはあれですか、スキンシップを大切にするっていうことですよね。お母さん方と一緒に話し合いながらという感じなんですけども、そういう時にもね、少し否定的な言葉を使わず、赤ちゃん、特に小さいうちですね、もう一番3歳までですね、いろんなことに興味を持って、いろんなものをぐっちゃぐちゃにしたり、いろいろいたずらしますよね。でもそれに対してダメでしょとかいきなり怒られても子供は納得をしないものですから、もう本当に育児において私もいろんなことがあったんですけどね、もうお米の中に手をジャーッとこう入れるんですよね。気持ちいいですもんね。気持ちいいですよね。でなんか気持ちよさそうにジャーってやってパーンってやるともう部屋中米だらけになったんですけど、なんかそんなに楽しいのかなって私もやってみたんですね。楽しいんですよ。結構なんか脳に刺激がいっていいらしいです。今度お母さんなんか困っちゃうんですけど、バーってなったり、一緒になってやってました。お米さんごめんねって言いながら最後は一緒に拾うんですね。何回もすごいですね。いやすごいっていうか、やっぱり私嫌です。楽しそうにやってるので洗うの大変でしたけど、後でお米をですね、でもなんかやはりやるには理由があるだろうなっていう、あと壁にですね、落書きしたがるんですよね。そうですよね。結構壁にこうガーッとか書いちゃって、でもなんかすごく楽しそうに書いて、でお母さん見て見てって言うから見たらすごいことになってたんですけど、でもと思ったんですけど、まずやっぱりそういう時もまずにっこり笑うんですね。にっこり笑って上手に書いたねってさすがですね。言ってから、上手に書いたねと言ってから、でも壁はお絵かきするところじゃないから、素晴らしいアートができたんだけど今度からはこっちに書こうねとかって説明すると納得して、その1回で壁の落書きは終わったんですね。やっぱり納得したからやめてくれた。もうでも思い出ですけどね、壁にクレヨンで書いたっていうのも、そんな感じで一旦やっぱり子供のすることを受け入れる、受け入れてすぐに否定するのではなくて、でもこうした方がいいかもねということで話していくと納得されるんじゃないかなと、全然関係ない育児の話になっちゃったんですけれどもね。コメントでもちょうど育児期というんですか、子育て期のお母さんからのコメントもすごく多くて、そうですね、先生本当にありがとうというふうにありますのでね、本当にこういうふうにスピリチュアルカウンセラーとして活躍していらっしゃるんですけども、少し前ですね、芸能界で話題になりました、占い師さんですか、占い師さんと一緒に、住んでてという風で、そういう芸能人の方がいらっしゃいましたけども、ああいうのは先生どのように思われますか？オセロさんですかね、名前出しちゃっていいんでしょうか。オセロ中島さんとかですよね。占い師さんなのか、やっぱり問題になるのは、結局洗脳されていくということをご家族が心配をされたりですね、あと、洗脳マインドコントロール、もうその人に頼ってしまう、それがなきゃ、自分で考えられなくなる、あと問題になるのはそういう方にお金をつぎ込む、お金を使ってしまう、そういうことをご家族はやはり
ご心配をされる場合が、ケースが多いですね。本当に私も講演会ゲスト出演させていただいてるんですけれども、もう講演会のチラシをですね、こう見られただけでも、ご主人がこんなもんに洗脳されるなよとかっておっしゃられたっていう方もいらっしゃるんですね。やはりスピリチュアルカウンセラーだとか、あと神様のメッセージって神様と言っただけでも、抵抗のあるっていう、特に男性に多いんですけれども、男性はね、やはりそういう心配をされると思うんですね。男性ってすごくやはり男の方っていうのは家庭を守ろうとか、そういうお気持ち強いですので、そういう何か洗脳されるんじゃないかとか、うちの大切な奥さんが洗脳されるんではないか、お金をつぎ込むんじゃないかとか、そういうご心配をされて反対をされてらっしゃると思いますし、やはり本当に悪どいって言いますか、そういうものもこの世の中多いもんですから、そういうことで被害に遭われた方がたくさん相談に来られて見えます。それはこちらのあなたこそがメシアの方にも少しほんの一部書かせていただいたんですが、それが新興宗教の団体であったり、やっぱりそういう霊能者占い師、そういう方たちにいわゆる騙された的なことに遭われてですね、被害に遭われ大金を使われたとか、あと出家をして家族が離散されたとかですね、そういうご相談もたくさんいただいておりまして、ですからやはり周りが理解をしてあげる、なぜその人がそういうことに頼らざるを得なかったのかという、その人がそこへ行ったことを非難するんではなくてですね、そうなるにはやはりその人の理由、行きたい、占い師のところへ行きたい、先生に見てなんかそういう先生のところ頼りたいとかですね、そこへ行くに至った理由は何かということをまずやはりご家族であり親しい方が理解をしてあげて、今後はそうなっていかないように常に見守ってあげるということが必要なのではないかなと思います。それでご家族ですとかがお話を聞いていただけないという、そういうお家の方がそのことの心を組んであげるということを先生がなさってるんですね。あとですね、本当にこれはある宗教団体なんですけれども、その宗教団体のところに行きますと、その宗教団体の、ところで動物霊に、操られてるところだったんですね。でその動物霊をつけられてしまうんですね。そうするとまたそこへ行きたくなるという、そういうこともあるんですよ。ちょっと理解しにくいかもしれませんが、でそのついている動物霊をですね、その方はおばあちゃんが、自分家のおばあちゃんがある宗教にハマって、そこで何か高価なものを買わされていると、で困ったと脱会させたいけど、脱会させてもらえないとおっしゃられましたので、おばあちゃんを私はちらっと見かけたことがあったもんですから、おばあちゃんについてる霊をね、切ってしまえば、きっと行かなくなりますよみたいな話をさせていただいたら、お孫さんがおばあちゃんをね、無理やり奇跡の講演会に連れてこられたんですね。でおばあちゃんは話聞いて、いや私自分の宗教のところでいい話聞けるから、もうこの話は大したことなかったみたいなことを講演会の後おっしゃられたんですが、1週間後には脱会されたんですね。でそれは講演会に出席をされたことで、その動物霊が切れてしまっていなくなってしまって、ですごく仲良くしてらっしゃって、毎日その宗教の道場みたいなとこあるんですかね、そこへ通っておられたのが、そこへその講演会の後行かれましたら、そこの方と大喧嘩したっていうことで、でおばあちゃん脱会したんですってお電話いただいて、私も信じられなかったです。あそこまで熱心にねやってらっしゃったので、でもその霊的な意味はそのついていた動物霊が切れてしまったっていうことだったんですね。それでも本当にご家族嬉しかったって言ってくださったのでね、よかったなって、そんな悪いとこばっかりはないんですけれども、いろんな方をそういうふうにお救いになってらっしゃるんですもんね。
先生またお時間になってしまいました。早いですよね。早いですね。申し訳ありません。寂しいですけどまたお会いできますので、はい、また来週もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。じゃあまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye.